こんにちは、たきです。原作派の私がアニメ76話断罪のあらすじ、分かりにくいところを解説していきます。今回3箇所でいろいろな出来事が起きたので、順番に見ていきます。1つ目、森での出来事。76話の最初は森での出来事から始まりました。前回までの話、結構忘れている方も多いと思うので、簡単に復習していきます。まず、リヴァイはジークを森で監視していました。ジークという存在はパラディ島側にとってのね、大きな脅威なので、監視をしていました。そんな中でジークの裏切りが発覚、リヴァイとジークが戦うことになります。戦いの末、リヴァイはジークをなんとかこのように捕まえるんですけれども、そこからね、ジークが捨て身の行動をすると。雷槍が爆発して、ジーク自身も下半身を失い、そして朦朧とする意識の中で謎の少女を見るんですね。で、さらには無垢の巨人がやってきて、ジークを食べるわけでもなく、お腹の中に入れたというね、何が起こっているかよくわからない状況が前回まで描かれていました。そして今回なんとジークが復活ということで、ジークが道というところでですね、知らない少女に体を作られていました。この少女74話で出てきたこの少女ですね。そして復活する。これ明らかにね、神の最短のような演出でして、曇り空に光が差し込んで、ジークがね、自分でも何が起こっているかわからないという顔で、復活していました。で、そんなジークを連れて行こうとしたのがこのフロックですね。このフロックの行動についてもちょっと分かりにくいのでおさらいしていきます。まずフロックというのはイエーガー派に属しています。そしてフロックはジークとエレンの接触、始祖の巨人の力の発動のためにジークを探しているという状況です。勢力図で見るとこんな感じですね。イエーガー派のフロックと反マーレ派義勇兵のジーク、そもそもこのイエーガー派と反マーレ派義勇兵は協力していて、パラディ島のね、兵政権を制圧している状況なんですけれども、このイエーガー派のフロックと反マーレ派義勇兵のジークが、これから先共に行動するというような話です。で、そもそもフロックはですね、ジークの居場所を知るハンジさんを連れて移動していました。で、最終的にエレン・イエーガーとジーク・イエーガーを合わせるために動いているので、この後はですね、ジークを発見したので、ある意味ハンジさんはもう用済みですし、ジークを連れてエレンの元へ向かうだけだという状況です。で、衝撃だったのがやっぱりこのリヴァイの姿ですよね。この雷槍の、ダメージによってもう完全にボロボロ、右目もなく指も2本なくなっていました。で、さらにはウォールマリア奪還作戦でね、左目を負傷したハンジさんの逆のね、右目がこう明らかに見えないだろうということで、果たしてどうなるのか、彼らはどうなるのかというところです。で、今話した話がこの森での出来事ですね。で、この他にも志願しなく地上、志願しなく地下での出来事があるので、順番に見ていきます。で、次、志願しなく地上での出来事です。前回やってきた、ライナーたち、このマーレ軍ですね。目的はエレンの持つ始祖の巨人の奪還。このために、彼らはね、わざわざ空からパラディートにやってきました。1ヶ月の短い期間で、軍を整えてね、奇襲という感じだったんですが、この時のね、構図としてはパラディ島 VS マーレ軍という形になっています。で、まずパラディ島側の戦力なんですが、まず目的ですね。パラディ島側としては、こうエレンの始祖を守る。そして、エレンとジークの接触をしてですね、始祖の巨人を発動させたいと。そのために、エレンをね、普通だったら守るんですけれども、イエレナ自身も言っていたように、エレンは後ろに下がっていてもらいたいんですが、もうエレンはね、自ら進み続けて、前線に出て戦います。で、現在のエレンの状況なんですが、9つの巨人ある、うち3つを持っているんですね。進撃の巨人、始祖の巨人、潜水の巨人。戦いの中でも、潜水の巨人を使ってですね、このライナーとポルコをもう一方的に倒しているような描写がありました。で、この巨人以外にもですね、イエーガー派、調査兵団のこのライスを持っているメンバーが、マーレ軍と戦っているような状況です。で、マーレ側に関しては、エレンの始祖の巨人を奪うために、巨人をですね、もうすべて投入してきたという状況です。まず、鎧の巨人を持つライナー・ブラウンですね。そして、アギトの巨人を持つポルコ。で、さらには、車力の巨人を持つ、ピーク。この3体の巨人でですね、なんとかエレンの始祖の巨人を奪おうとしています。で、その他にも、マーレの兵士たちも、パラディ島のね、兵士と戦っているんですけれども、結構戦力差はあるかなという、マーレ兵士の方が、やっぱり科学力もあるし、戦闘の経験もね、高いんじゃないかなという感じです。
で、地味に注目なのがマガトの出世ですね。このマガトっていうキャラクター覚えてますかね。状況としては実はアニメの60は最初から出ているキャラクターなんですけれども、結構偉い感じのね人物でした。で、このマガトのことをガビとピークがね隊長隊長って呼んでいて、その度に元帥だっていう風に返されるちょっとギャグシーンがあったんですが、このマガト隊長はですね、ガビが飛行船に乗り込んでパラディ島に来てから1ヶ月でね元帥まで出世しているんですね。そもそもはこの元帥に意見をすることもね、なかなか難しいようなね隊長の立場だったんですけれども、エレンが周り国のレベリオ収容国を襲った事件によって、このねカルビー元帥並びに他のね軍の偉い人たちがみんな死んでしまったので、結果的にマガトが隊長の座から、元帥のねトップまで上り詰めたという感じです。なので今後はですね、このマーレ側の、リーダーはマガトだっていうところを認識しておけばいいんじゃないかなと思います。で、今の話がシガンシナク地上での出来事です。で、最後にシガンシナクの地下での出来事について見ていきましょう。で、このアルミンとかジャンとかがね、投獄されている状況なんですけれども、なんで投獄されてるかっていうと、現在パラディ島の中で権力を持っているのが反マーレ派義勇兵とイエーガー派ですね。先ほどお話した通り、このジーク・イエレナが率いる反マーレ派義勇兵が、ジークの脊髄液入りワインをこの兵のね、兵政権の偉い人たちに配って、それでいつでも巨人にできるからなっていう脅しの上で、権力を握っているような状況です。で、そのタイミングで兵政権側だったアルミン・ミカサたちも捕まっているという感じですね。で、そんな、エレンじゃない、アルミンとかジャンを助けたのがこのオニャンコポンですね。で、オニャンコポンの立場ってなんだっけっていう方もいると思うんですが、オニャンコポンは反マーレ派義勇兵でイエレナの仲間というか部下ですね。ポジション的にはここですね。反マーレ派義勇兵です。で、オニャンコポンの言うことを信じるなら、オニャンコポンはイエレナの作戦には加担してないよということになります。イエレナとジークが考えたのが安楽死計画で、ジークの脊髄液入りワインを使って兵団を支配する、巨人化したくなきゃ従えと脅迫するっていうのは、オニャンコポン自身は知らなかったし、やりたくもないことだよというふうに言っていました。で、そんなオニャンコポンのことを見てね、アルミンたちは信じて、行動を共にしていくというような流れです。で、アルミンの考えなんですけれども、このオニャンコポンとの対話の中でね、まずマーレ軍の攻撃を退けなければいけないと。そしてパラディ島にとってね、重要なエレンとジークを守る、エレンの持つ始祖の巨人とジークの持つ王家の地、これをですね、奪わせないようにしないといけないというふうに考えています。二人を失ったらこの島を世界から守ることはできないというふうに言っていましたね。で、ここまではもうパラディ島としては必須なんですけれども、アルミンたちはイエーガー派ではないので、エレンとジークが接触したら始祖の巨人の力で安楽死計画が始まってしまうかもしれないと、それは避けたいっていうふうに考えるんですね。そこでまた議論が起こるんですが、アルミンが一つね仮定をしてみんなを説得します。そもそも始祖の巨人を使えるのはエレンだろうと。そしてエレンという人物は安楽死計画なんかしないんじゃないかというふうに言ってですね、だからエレンを助けようというふうに、みんなのことを説得していくんですね。これがアルミンの考えでした。で、この後半の話とかって、そのエレンが本当のこと言ってると思うのとか、そのアルミンの言葉もありましたけれども、もうとにかくね陰謀を渦巻くし、イエレナとかも嘘ついてましたよね。誰のどの発言や気持ちを信じるのかはもう視聴者次第ですという感じで、徐々に明かされていく真実もあるので、何が本当で何が嘘なのか、誰がどういう気持ちなのかっていうところを予想しながら、見て楽しむのがいいんじゃないかなというふうに思います。ということで以上になります。そんなにもうね、このチャンネルで解説するとこない気もするけど、一応続けます。基本的にはメインチャンネルの滝チャンネルでもっと細かなね、考察をしているので、そちらを見ていただきたいですが、そちらはですね、原作の最終回までのネタバレありなので、アニメ最終回まで見たらね、見ていただいてもいいんじゃないかなと思います。以上、滝でした。それではまた。